よし。保健員はいねえよな。じゃあ勝手に使わせてもらうぜ。たく、まさか校門前であいつが見張ってるとは思わなかったな。見つかるとまた制服のことでうるさく言われちまうからな。こっちは久しぶりの学校だってのに朝っぱらから説教されちゃたまんねえぜ。今日から3学期か。私が入院したのが、いつだったっけ。とにかくあっという間だな。なんか久しぶりすぎて教室に顔出しづれえな。またこの胸のことでバカにされるかもしんねえし。てかあれ、胸また少し大きくなったような。もうやだ。なんで私のってこんなに。メッセージ？誰から？やっほー、うららだよ。リオ、退院おめでとう。なんだ、うららか。足の怪我大丈夫？もう痛くない？ちゃんと一人で学校まで歩いてくれた？本当はうららがリオのお手手つないで学校まで連れて行きたかったんだけど。バカにしてんのかこいつ。今日は密着だったの、ごめんね。っていうか、でもリオの怪我はうららのせいだから、うらら責任取る。これからはもっともっとリオのためにご奉仕するね。読みづらい。漢字使えよ、小学生か。そうそう、リオが休んでる間ね。学校でいろんなことあったよ。まずうららの身長が1センチ伸びたの。うわぁ、どうでもいい。なんだ、後の分は全部くだらない近況報告か。あとうららね、この前聖杯の噂聞いたんだ。はいはい、聖杯ね。聖杯ってあの願いを叶えてくれるっていう？なんとこの前の創立記念日にね、聖杯を見つけた子がいたの。願いを叶えてくれる聖杯は本当にあったんだよ。マジかよ。願いを叶えてくれる聖杯か。それが本当なら私の望みを叶えることができるかも。よーし。おはよう、アイナちゃん。あ、おはような子。今日も寒いね。そうだね。くっつけばあったかくなるかな。もうそんなにくっつかれたら歩きにくいよ。あれ、ナコまた胸大きくなった？どうだろう。アイナちゃん、またあの聖杯探して自分のおっぱい大きくしてもらう？大きい胸は今もちょっぴり羨ましいけど、でも聖杯に頼るのは創立記念日の時の冒険でおしまい。今は自分でちゃんと努力して心身ともに成長したいって思ってるよ。そっかそっか、ナコもその方がいいと思うな。それにやっぱり今のままでもアイナちゃんは十分可愛いよ。ありがとう。
アイナ先輩、ナコ先輩。あ、さえちゃんだ。おはようござさえちゃん、大丈夫？すみません、大丈夫です。ちょっと雪で滑っちゃって。珍しいもの見ちゃった。しっかりしてるさえりちゃんが転ぶなんて。アイナ先輩の姿が見えたので早く声をかけたくてつい。さえりは相変わらずアイナが大好きなのですね。パイったらさえちゃんをからかわないで。ってパイ？おはようなのです、アイナ。おはようじゃなくて、なんでここに？みんなの声が聞こえたから飛んできたのです。ダメだったです？ダメじゃないけど、妖精のあなたを見たら他の生徒がびっくりしそうだし。わかったのです。じゃあ他の生徒さんに会ったらしっかり自己紹介するのです。そういう問題じゃなくてね。まあひとまず一緒に学校に行こう。騒ぎにならないようにパイちゃんはナコたちの近くにいてね。了解なのです。もう相変わらずマイペースだな。むむ？校門の前で誰かが怖い顔して立ってるですよ。あれはミレイさん？それにマリカも。そこ、スカートが短すぎますわ。すぐに直してきなさい。あなたもアクセサリーを外しなさい。校則違反ですわ。ミレイがご乱心なのです。皆さん。ミレイさん、一体どうしたんですか？いつもと様子が違いますけど。失礼。私としたことが平常心を失っていたようですわ。気が張ってしまうのも無理ありません。今日はあの茜崎リオが登校してきますから。茜崎リオ？誰なのです？ああ、私のクラスメートだね。ああ、怪我でしばらく休学していたこの学園一の問題児だ。問題児ではないと思うけど、ちょっとぶっきらぼうな女の子かな。でも凛々しくて素敵な子だよ。いいや、問題児だ。彼女の校則違反は少々目に余る。特に制服の乱れは甚だしい。胸元は大きくはだけているわ。好き勝手にアクセサリーをつけてくるわ。しかも他の生徒たちが茜崎さんの真似をしてしまいますの。制服の乱れは風紀の乱れ。そんなこと我々生徒会が許しませんわ。なるほど。それで会長さん、鬼みたいな顔してたんだね。ところであなたたちは来る途中で茜崎さんに会わなかったかしら？いえ、会ってないです。私も。ああ、でもアイナ先輩たちに声をかける前に瑠璃川なら見かけましたけど。瑠璃川？また知らない人です。瑠璃川うらら、いつも茜崎先輩と一緒にいる1年生です。ほうほう、その子はどんな子です？見た目はお人形さんみたいで、こうふわふわしてて可愛いですよ。へえ、会ってみたいな、うららちゃん。でもあの子は。皆さん、お話はそれくらいに。そろそろ校舎へお入りなさい。も
もうすぐ始業式の時間ですね。あ、ほんとだ、急ごう。それじゃあミレイさん、マリカ、また。おい、急ぐのはいいが転ばないように気をつけろ。聖堂での冒険以来、すっかり彼女たちに心を開いたようね、マリカ。そういうわけでは、あいつらが危なっかしくて放っておけないだけです。そうにしても遅いですね、茜崎。確かに遅いですわ。一体何をしていますの？遅すぎる。一体何してやがんだ。うららのやつ、あの後メッセージで。リオ、聖杯のこと気にしてたよね。叶えたいお願いあるんでしょう。うららに任せて。もっと聖杯の情報を集めておくから。学校の庭園で待ち合わせしよう。って言ってたのに、いつまでたっても来ねえじゃねえか。この私を待たせるとはいい度胸だな。どうやってお仕置きしてやろうか。あ、またメッセージ。うららか。あいつ今どこに。助けてー。庭園の中で迷子になっちゃった。はあ、こんな見晴らしのいい庭園で迷うわけねえだろ。なんかいつもの庭園じゃないみたい。迷路みたいになってるよ。迷路？何言ってんだこいつ。なんかめんどくせえことになりそうだけど、仕方ねえ。探しに行くか。なんだこれ。学校の庭園、こんなに広くなかっただろ。まるで迷路じゃねえか。うららが言ってたことマジだったのかよ。てか、いつの間にこんな。私が休学してる間に庭園改築したのか。だとしても、なんだこの誰も幸せになれない改築は。こんなん作ったって生徒が迷うだけだろ。実際うららも迷っちまってるし。おーい、うららいるなら返事しろ。近くにはいないか。仕方ねえ。迷路の奥に進んでみるか。ちょっと、そこのあなた。今声が。どこを見ているんですの。ここですわ。ふふん、この庭園に足を踏み入れるとはなかなかの度胸の持ち主のようですわね。なんだこれ。これとは何ですの。失礼ですわ。私は妖精の父、こっちはペットのベローナですわ。妖精だ。そうですわ。人間とは格が違う高貴な存在ですの。あなた、名前を教えなさいですの。リオだけど。よろしいですわ。
いいよ。あなたちょうどいいところに来たのですわ。実は私この迷宮で迷ってしまって一人ぼっちで寂しいじゃなくて私は今ある目的のための協力者を探していて。よくできてんなこれ。どういう仕組みだよ。調べてみっか。ちょっと何をするんですの。話すのですわ。蓋はどこだ？電池なんて入っておりませんですの。私はおもちゃじゃないのですわ。たかが人間のくせに高貴な妖精である私によくも。あのな、この現代に妖精なんかいるわけないだろ。信じないおつもりですの。私は正真正銘の妖精ですわ。もっと珍しがってチヤホヤするのですわ、このおバカ。なんですの。睨まれたって別に怖くなんか。お前面白いな。は？うららと同じタイプだ。いじめたくなる。でも私は今人探しで忙しいんだ。悪いがお前の相手をしてらんない。ちょっとお待ちなさいですわ。崇高なる妖精の存在を認めないなんて。でもこの先にモンスターの気配がしますわ。それを見れば私の存在も嫌でも認めることになるはずですわ。ほら無視ですの。お待ちなさいですわ。なんでこんなところにカカシが？あれはカカシではありませんわ。油断してるとやられますの。カカシにしては妙だったな。なんか動いたような気がするんだが。あれはモンスターですの。愚かな人間の欲望が生み出したものですわ。モンスターか。お前が妖精というのもまんざら嘘ではなさそうだな。今頃気づいたですの。さあひざまずいて謝るのですわ。さっさと行くぞ。なんか落ちてるな。ダンジョンにはアイテムが落ちているのですわ。武器になるものや食べ物まであるのですわ。へえ、モンスターと戦うために利用させてもらうとするか。
ほらはっほら強くなったぜ。胸が胸が大きくなったぞ。予定通りですわ。モンスターを倒した時のオメガパワーがあなたの胸に吸収されたのですわ。オメガパワーとは人間の欲望が浄化された力ですの。そんなことはどうでもいい。戻せ、今すぐ元に戻せ。振り回しちゃダメなのですわ。私には戻せないですが、ダンジョンを出れば勝手に戻るのですわ。それに胸が大きくなると強くなったり、オメガパワーを使った力を使えるのですの。マジかよ。強くなるのは構わないが、胸が大きくなるのは勘弁してほしいぜ。行くぜ、乙女の力。そこだ。はっはっ
やべえ。行き止まり？どこかで道を間違えたか。おバカさんですわ。お前よっぽど私にいじめられたいらしいな。いやー、羽を引っ張っちゃダメなのですわ。おい、正しい道を教えろ。教えないつもりならこのまま。ちょっとお待ちなさいですの。道はもうないのですわ。この迷宮はここでおしまいですの。これ以上ここを歩き回ってもお友達は見つからないですわ。どういうことだ？おしまいって。じゃあうららはどこにいる？詳しいお話はこの迷宮を出てから聞かせて差し上げますわ。ほら、あそこの妖精の階段を使うといいですの。妖精の階段？そこの光が差し込んでいる階段ですわ。あの光には妖精の魔法がかけてあるから入ればすぐに外に出られるのですわ。迷宮妖精モンスターときて最後は魔法か。やれやれ。とりあえず外に出るか。まあこんなもんだろ。